専門職社員に聞いた尊敬する偉人5選。研究職として働く人たちは一体どんな偉人に感銘を受け、日々実験に励んでいるのでしょうか。今回はチャレッジに所属し、研究現場で働く専門職へのアンケート結果をもとに、尊敬している偉人5選を紹介していきます。それでは早速いきましょう。1人目は山中伸弥さん。山中伸弥さんは iPS 細胞の研究で広く知られていますよね。山中さんの iPS 細胞の研究は常識を覆すと言われたほど世界に衝撃を与えました。山中伸弥さんは体細胞に少数の因子を導入し培養することによって様々な組織や同期の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力を持つ多能性幹細胞である iPS 細胞を作り出すことに成功し、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した人物です。これにより医学の発展スピードが加速し、今後ますます進化していくと言われています。実際、iPS 細胞から作った様々な臓器や組織の細胞を移植する臨床研究などが行われています。今回のアンケートでも、先生の本を読んで改めて研究に携わりたいと感じたと、山中伸弥さんを尊敬している研究職の人は多そうですね。現在は京都大学 iPS 細胞研究所の名誉所長として研究の第一線で活躍されています。2人目はグレゴール・ヨハン・メンデル。教科書ではメンデルの法則として登場するので耳にしたことのある名前ですよね。メンデルは植物学の研究を行い、エンドウ豆の交配実験を行いました。そして2つの形質が親から子に遺伝する際に、一方が支配的でもう一方が陰性となるという優性の法則、これに分離の法則、独立の法則を加えた3つの遺伝法則を発見しました。しかし発見を発表した当時はそれまで考えられていた遺伝現象とは違う内容だったので、あまり理解を得られず、認められるまでに長い年月を要しました。他の学者たちにより再発見されたことで、メンデルの発見した法則が正当に評価されるようになりました。今回のアンケートでは、遺伝学が好きになり、それを発見してくれた人だからと、遺伝学のことが好きになるきっかけになった方もいらっしゃるようです。現在では遺伝学の祖とも言われる偉大な人物なので納得です。3人目はジャン・アンリ・ファーブル。ファーブルといえば昆虫記。昆虫記といえばファーブルと言っても過言ではないほど、ファーブルの昆虫記の存在が大きいですよね。ファーブルも多くの人に知られている偉人であり、尊敬している人も多そうですね。ファーブルは博物学者でありながら、学校教師や教科書作家としても活動していました。昆虫の行動研究の先駆者であり、研究成果をまとめた昆虫記は論文の体裁をとっていないこと、擬人化表現が使われていることなど、ユニークな書き方をされていることでも知られています。学ぶ楽しさが読む人に伝わる表現に感じます。人気な書籍となっていることが納得ですね。今回のアンケートでは、人のように感情的な行動をとる生物とは違い、昆虫は本能で生きていて、それゆえに習性を知れば自然環境についての正確なデータを得る大きな情報源となる。コンパクトな体がとても効率よくできていることに子供の時から興味を抱いていた。虫の世界を知ることはこれからの地球環境を考える上で役に立つことが多いと感じるという意見もありました。子供の頃に虫が好きになってファーブルの昆虫記に興味を持ったことがきっかけで尊敬している人も多そうですね。教師もしていた経験からあらゆる人が読みやすいように書いたのかもしれませんね。4人目はオズワルド・エイブリー。生物の授業でエイブリーの実験として登場し、記憶している人もいるかと思います。エイブリーは分子生物学者の一人であり、免疫科学の創始者です。DNA が遺伝情報を担う物質であることを発見したことで知られています。2種類の肺炎双球菌を使って行われた実験が有名ですよね。S 型菌のタンパク質を R 型菌に与えても R 型菌のまま。しかし、S 型菌の DNA を R 型菌に与えると S 型菌に形質転換した。このように形質転換因子が DNA であることを突き止めたのです。今回のアンケートでは、彼なくして今の分子生物学はあらずというコメントがあり、とても偉大な功績を残した方ですよね。
確かにエイブリーの研究が現代生物学の礎になっているのは言うまでもありませんね。彼の偉業は後世に語り継がれ、今後も多くの研究者の尊敬の対象になることでしょう。最後は島秀夫さんという人物。島秀夫さんの姿勢が研究に向き合う姿勢のお手本になると思いました。島秀夫さんは鉄道技術者で、当時の国鉄総裁十河真司さんらと共に東海道新幹線を生み出した人物。今回のアンケートでは、できないというよりできるという方が優しいという考え方は自分もこうありたいと思わせてくれますといったコメントがあり、できないことに固執するのではなく、可能性に目を向けて自分自身を鼓舞し、チャレンジすることが大切であると思わせてくれる言葉ですよね。また、このようなコメントもいただきました。新幹線は事故を起こしません。そのように作りましたから。という言葉は、技術者としての自信とプライド、職責意識の高さが現れた名言だと思っています。品質や安全性を追求する姿勢が、研究開発現場の姿勢にも共通するものがありますよね。胸にグッとくる名言に感銘を受けて尊敬しているとのことです。今回は、チャレッジ所属の研究職社員に聞いた尊敬している偉人を紹介しました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。